皆さんこんばんは、さちです。今回はこちらのポリッシュを使って七夕におすすめな天の川ネイルをやっていきます。複雑に見えて簡単にできるデザインです。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それではスタート。ベースコートはノイロのリビルドコートを使いました。まずはキャンメイクの N57 番を使います。N57 番を親指、中指、薬指に塗っていきます。2度塗り目を塗るときくらいの少したっぷりめの液量で塗ります。ニュアンスのベースなのでムラになっても気にしなくて大丈夫です。最近暑くなってきたので気泡もできやすくなるし、ポリッシュもすぐにドロドロになっちゃうんですよね。塗っている間はキャップを開けっぱなしにしてるから、できるだけささっと塗らないとどんどん揮発してしまいます。塗り終わったらすぐにキャップを閉めておくようにしてくださいね。次もそのまま N57 番を使います。ペーパーパレットとメイクスポンジを使います。スポンジは小さくカットしておきます。N57 番をパレットに出してスポンジになじませたら、人差し指の爪先にポンポンしていきます。右端を少し開けて左側にポンポンします。1回目はほんのり発色するくらいなので、追加で液をなじませて爪先が透けなくなるくらいまでポンポンしてください。先端は濃く、中間あたりは薄くなるようにポンポンします。小指は左端を少し開けて右側にポンポンします。この作業の間にネイビーが乾いているので、そのまま次に進みます。ダイソージェネネイルのホワイトとベースコートを使います。ホワイトとベースコートを1対1くらいで混ぜます。混ぜたものを親指の根元から爪先に斜めに重ねます。輪郭がくっきりしないように外側に向かって軽くぼかしながら、もやもやーっとムラになるように重ねていきます。このホワイトはこの後に重ねるカラーの発色を良くするために塗っているので、薄すぎるよりは濃いめにのせた方がいいです。発色を見ながら少しずつ塗り足して、ホワイトがある程度発色するくらいまで重ねてください。こんな感じ。刷毛はキッチンペーパーに拭き取ります。中指と薬指も同じように斜めに重ねていきます。この部分が天の川になるので、天の川にしたい範囲に重ねてください。去年ご紹介した天の川はネイビーをぼかす作業がありましたが、今回はぼかす作業がないので、初心者の方でも挑戦しやすいやり方になってます。濃いカラーってぼかすのが難しくて、私も失敗することが多いので、今回はぼかしなしでできるように考えました。このまま次の作業に進みます。ネイルホリックの PU077D を使います。PU077D をスポンジにしっかりなじませます。なじませたら人差し指のネイビーの隣にポンポンします。パープルは範囲が広すぎたり濃すぎると派手見えしちゃうので、ネイビーよりも少し狭めにポンポンします。今回はメインデザインがネイビーベースなので、サブアートを少し軽めな感じにして重くなりすぎないようにバランスをとってみました。この間に先ほど塗ったホワイトが乾いているので、そのまま次に進みます。チフレの945番を使います。945番をスポンジにしっかりなじませたら、先ほど塗ったホワイトの上にポンポンしていきます。根元は右側に、爪先は左側にポンポンしてホワイト部分を少し残しておきます。先にホワイトを塗っておくことで鮮やかに発色してくれます。こんな感じ。中指と薬指も同じようにホワイト部分にポンポンします。そのまま同じスポンジを使ったから少し濃くなりすぎてしまいましたが、この後調整できるので気にしなくて大丈夫です。
人差し指と小指の爪先にもポンポンします。ネイビーとパープルの境目あたりにポンポンしてください。スポンジの工程では乾燥時間は不要です。PU077D を使います。PU077D をスポンジになじませて、先ほど残しておいたホワイトの部分にポンポンします。パープルは発色が濃いので、しっかりスポンジになじませておくと薄付きになって濃さを調整しやすくなります。パープルが入ると一気に銀河っぽく幻想的な色合いになります。こんな感じ。中指と薬指も同じようにポンポンします。パープルがちょっと濃くなりすぎちゃいました。濃さはお好みですが、私はパープルは薄い方が好きです。ベースコートを使います。ベースコートをスポンジに軽くなじませて、スポンジで色をつけた部分にポンポンします。ベースコートでコーティングしておくことでカラーがにじむのを防止します。ベースコートはしっかりスポンジになじませなくても、スポンジにただつける感じで軽くで大丈夫です。もう一度ホワイトとベースコートを使います。今度はベースコートを少し多めに1対 1.5 くらいで混ぜます。混ぜたものを再度斜めに重ねていきます。最初に塗った範囲の中心に狭く重ねるようなイメージです。ブルーとパープルが隠れてしまわないように最初よりも薄めのホワイトにしました。こんな感じ。中指と薬指も同じように重ねていきます。もしパープルやブルーが濃すぎたなってところがあれば、この工程で薄く重ねてカバーしてください。薄いホワイトをもう一度重ねることで、この天の川の部分が明るく光っているような感じに仕上がります。ここまで塗れたら2分くらい乾かします。プラネットネイルの16番を使います。16番をホワイトに沿って斜めに重ねていきます。細かいラメの中に少し大きめのホログラムが入ってます。散らすような感じで薄く重ねてください。中指と薬指も同じように斜めに重ねていきます。ラメの大きさがちょうどよくて、たくさんの星が輝いているような感じ。大きめのラメは1箇所に固まりすぎないようにバランスを見ながら少しずつ重ねてください。人差し指と小指の爪先にも重ねます。ラメを多くのせすぎてしまうと下のカラーが分かりにくくなってしまうので、カラーが隠れすぎないように薄く重ねてください。ここまで塗れたら3分くらい乾かします。仕上げのトップもリビルドコートを使います。トップコートが塗れたら30分くらいしっかり乾かします。天の川ネイルの完成です。難しい作業はないのに凝って見えて幻想的な色合いがすごく綺麗ですよね。これなら失敗しにくいから誰でも挑戦しやすいと思います。使用したものをまとめます。右手はこんな感じで全体が重くなりすぎないように天の川は2本だけにしました。七夕にはもちろん夏祭りにもぴったりなデザインだと思います。とっても簡単にできるのでぜひ真似っこしてみてくださいね。次回はまた違った七夕ネイルをご紹介します。キラッキラでとっても可愛いデザインです。
楽しみにお待ちくださいね。またねー。